はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらメルキュール京都ステーションをご紹介したいと思います。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子を撮ってありますのでご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。お部屋は、ルームキーを挿して電気を入れるタイプのお部屋になります。壁面はエメラルドグリーンみたいな形で模様も入っていて、可愛い感じですよね。はい。こちらのホテル、メルキュールさんは結構ね、おしゃれな感じあるなと思いますので、こちらも入った印象はそんな感じです。はい。で、お部屋の位置ですね。お部屋の位置はエレベーター降りて、こんな感じで、こちらの418のお部屋になります。はい。で、お部屋に入ってすぐ左にクローゼットあります。よいしょ。はい。こんな感じで、ハンガーもしっかりあり、ここもね、布みたいになっていて、布なのかなこれ。ビニールっぽいけど、可愛い感じですよね。はい。で、パジャマです。パジャマは、よいしょ。こちらは、ズボンタイプではないかな。1枚のワンピースタイプっていう意味ですか。浴衣みたいなタイプになります。はい。スリッパもあります。右側は金庫になっております。はい。こんな感じです。閉めます。はい。で、ちょっとここで私靴脱ごう。靴脱ぎまして、左側が水回りになってます。こちら洗面台は1機のタイプで、アメニティはこんな感じです。はい。で、引き出しあるのかな？引き出し、よいしょ、こちらにアメニティ入ってます。あと、下は、ドライヤー。ドライヤーはもうすぐ出せてしまったので、サロニアさんになります。これは出しておきます。はい。で、タオルももりっとあります。で、お手洗い電気がついていないので、これか、消えちゃった。よいしょ。どうかな？はい。こちらがお手洗いです。アップタイプではないですけど、十分ね、広くていいかなと思います。で、今日のお部屋はバスタブがあるタイプにしてます。メルキュールさんはシャワーブースのみのお部屋もあるので、ちょっとここはね、予約するときに皆さんご注意ください。はい。で、アメニティはこんな感じ。はい。読み間違えたら嫌なんで、載せとくだけにします。はい、こんな感じです。良いですよね。十分水回りは贅沢というか高級感のあるおしゃれなスペースになってるかなと思います。はい。で、お部屋入ります。お部屋入りますおかしいですね。もうお部屋に入ってますが、メインのスペース、こんな形。はい。京都に来ると、お部屋にずっといるっていう方は結構少ないと思いますので、ラグジュアリーホテルじゃなくてもいいっていう用途はね、たくさんあるかなと思いますが、その中でかなり上品で、いいお部屋だなと思います。寝るだけにしては贅沢っていう感じがしますかね。部屋はどうですかね、30平米ぐらいはありそう。35ぐらいあるのかな。洗面台とかのスペースもバスタブあったりで結構贅沢な作りだったなと思いますので、はい、そう思います。で、ベッドサイドですが、こちら USB と通常のコンセントの充電あります。ここもね、革とかでこういうとこなんか妥協してないの嬉しいですね。はい。で、今日はツインのタイプのお部屋です。こんな感じ。なんか意外とこういうのないかも。はい。これでね、赤ちゃんの、寝るところみたいな感じって言うと、表現がちょっと乏しいんで良くないなと思うんですけど、可愛くておしゃれ。で、今日はちょっと、もう日が沈んだ夜に到着しているので、いまいちね、昼間の部屋の可愛さが伝わらないかなと思いますが、結構緑とかがね、色に入っていて、これは可愛いかなと思います。これ光量全開なのかな？ちょっと暗いなって感じしますが、間接照明の明るさで寝るには程よいのかもですが、はい。で、こちらにも USB の充電ありますので、こことかでね、携帯とか充電するのもいいかなと思います。あとはいいかな。空気清浄機があったりします。で、ミニバーこちらにあるので、ミニバーチェックします。よいしょ。かわいい。これはターコイズブルーみたいな感じで、かわいいですね。水ケトルあります。で、カタンと。はい。こんな感じで、グラス、マグカップ、コーヒーなどあります。ドリップコーヒーのディップスタイルコーヒー。あとは紅茶とかありますかね。伊藤園の紅茶と緑茶があります。はい。で、冷蔵庫は、こちらは空かな？はい、冷蔵庫は空になってます。よいしょ。かわいいですね。この
緑がね、結構差し色に入ってるなって感じですが、ここ革です。かわいい。で、こちらからちょっとお部屋、撮ってみます。こんな感じで。結構ね、上品でおしゃれで、間接照明も綺麗に入っていて、可愛いかなと思います。で、反対側のコンセントとかも一応チェック。通常のコンセントと USB こちらもあります。はい。で、一応、外も見てみましょうかね。眺望があるホテルじゃないですけど、京都はね、そんな眺望を求める方多くないと思いますが、一応正面に京都タワーが見えます。今日は4階の部屋なので、すごい高層階ってわけでもないので、まあまあ、閉塞感もなくてね、窓もこんな感じで、足元からあるタイプのガラスなので、十分ね、こう閉塞感なくていいかなと思いますね。はい。ということで、今日はこちら、メルキュールさんのお部屋をご紹介しました。この後、朝食会場などの様子もご紹介したいと思いますので、もう少しだけよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら、メルキュール京都ステーションさんをご紹介したいと思います。ルームキーはこんな感じで木のタイプになります。はい、立地ですが、日本の京都駅の、北側です。はい、で京都駅から大人の足だと歩いて10分から15分くらい、タクシーだと1000円を切るくらいの距離感なので、これはね、歩いてもいいよっていう方は、歩けない距離ではないなっていうのは思いますけど、荷物が多い方は微妙に距離を感じる距離感かなっていう感じなので、もうこれは皆様の判断で、はい、歩きたい方は歩いてこれる距離ではあります。はい、で、こちらはアコーグループのホテルで、アコーグループはどんなグループかというと、ヨーロッパが本拠地で、国際ホテルだとラフルズとかフェアモントさんとかで、フェアモントは東京に2025年に出店が決まっているので、ラグジュアリーホテルも日本にね、これから出店してくるっていう予定になっているホテルです。で、このメルキュールっていうブランドは、マリオットグループだとアロフトとかモクシーとかのように割とね、低価格でおしゃれなデザイナーズホテルみたいなタイプのホテルで、実際価格は、こちらの京都ステーションさんだと1万5000円から2万5000円ぐらいのゾーンがほぼ全てのお部屋となっておりますので、今ね、だいぶホテルの価格が高騰している中では泊まりやすいホテルかなと思います。はい。で、今お部屋で1日過ごした感じ、価格を考えると、コロナ禍は考えずに今のホテルの価格を考えると、この価格でこの、お部屋とか、共有スペースのデザインとか雰囲気はとてもね、お得感があると言いますか、満足度が高いなっていうふうに思いました。なので率直におすすめです。はい、おしゃれなのでね、新しいホテルが好きって方もいらっしゃると思いますし、多いですよね。で、やっぱね、どうせ泊まるなら装飾とかインテリアとかもおしゃれの方がそりゃいいですよね。はい、ということでいいホテルだなと思いました。で、メルキュールブランドは割とね、古いホテルから新しいホテルまで日本にもあるかなと思うんですけど、どこかを買い取ってリノベしたようなホテルもありますし、メルキュールブランドとして新しくどんどんできてるところもあるので、こちらはね、まだそういう古いタイプのメルキュールさんに泊まってないので何とも言えないですけど、この新しいタイプのメルキュールホテルはいいなと思います。はい。で、活用の仕方としては、超ラグジュアリーホテルっていうタイプのホテルではないので、ホテルで1日優雅に過ごすっていうよりは、ここを拠点に動き回る。まさにね、京都っていう立地にはコンセプトがハマるかなと思いますし、ビジネス街とかにあったら、仕事のね、合間に泊まるにはおしゃれで、オフになりきらない感じでラグジュアリーな感じも感じれるホテルかなと思いますので、ビジネスホテルとして使うならこんなねいいホテルはなかなかないかなと思いますし、旅行の拠点で割とね、寝るだけとか夜の時間ちょっとねバーをホテルで過ごすぐらいの使い方と、朝食もどうせ食べるならなんか美味しいものをホテルで食べたいなっていうような方にはもうすごくねハマるホテルかなと思いますので、
はい、こう1人で気軽に泊まるとか2人とかでも旅行の拠点にしてここから動き回るっていうタイプとしてはいいですよね。はい、高級感も内装ありますし、はい、ロビーとかの感じもおしゃれなのでホテル好きにもハマると思いますし、若い方にも泊まりやすくて、若い方が泊まるってなると大学生とかが泊まったら価格としてはそれでもちょっと贅沢なゾーンなのかもしれないですけど、なんかねこんなホテルもあるんだって知るきっかけになっちゃういいホテルかなと思います。はい、で、順番に感想言っていきたいと思います。まずお部屋ですが、今日はバスタブがついているタイプのお部屋にしましたが、京都に観光拠点で、泊まるっていう方で、日本の方は私みたいにバスタブをつけるのがいいと思います。なぜかというと、京都はたくさん歩くことが想定されているので、お風呂に入りたくなるっていうのがね、日本人の多くの方のねこう感じになるかなと思いますので、ちょっとね3000円とかの差ならバスタブつけた方が夜幸せかなって思います。はい、その他は、今日のね私のお部屋はかなり良かったんじゃないですかね。ちょっともう少し狭い部屋に泊まったらどういう感想になるのか分かんないですが、1人ならねこれでもこんな広さはいらないなっていう感じではありますけど、はい、いいお部屋でした。で共有スペースの感想は、まずね入った時におしゃれなホテルだって感じるテイストで、もう比べます。マリオットグループのアロフトさん、ヒルトングループだと価格帯的にはダブルツリーよりもちょっと上ぐらいだと思うんですけど、いい具合にこうマッチするコンセプトがない気がするので、ダブルツリーと方向性が戦うのかっていうとそうでもないような気がするので難しいですね。でハイアットだとハイアットプレイスとかになるのかな、はいっていう感じはしますが、ハイアットプレイスはちょっとね高級感を感じるテイストのデザインかなっていう感じなので、ちょっとデザイナーズホテルっていうよりはラグジュアリーホテルの雰囲気をロビーとかには残してる感じで、お部屋がちょっとねこう価格を抑えめにしてあるような雰囲気がするので、これまた違うのかなって気がするんですけど、その辺の価格帯のホテルと比べると今のところ、メルキュールブランドは羽田とこちらの京都ステーションさんに泊まってますが、結構メルキュールの評価が私は高くなってますなので、同じ価格帯で近くにあったらメルキュールを選びそうですね。はい、という感じはしました。で、私は公式サイトで今回予約をしていますが、公式サイトで私はアコーグループのステータスが特別あるわけではないので、普通の人っていう感じなんですが、それでも、公式サイトで予約を私がした時は1級で予約するのと同じかな、ほぼ同じ価格で朝食付きのプランがあったので、公式で取った方が安くお得に泊まれるっていうことはされている傾向にあるのかなって気がするので、もしね、1級でダイヤモンドとかのステータスを持っていて、アコのステータスを持ってないっていう方も一応公式と比較した方がいいかなっていうのが率直な感想です。私も一応比較してこれ公式の方がいいじゃんっていう感じで公式で予約をしましたので、はい、そんな感じでした。で、地下1階にこちらは24時間使える宿泊者専用のロビーっていうかラウンジスペースがありますので、電子レンジとかも置いてありますので、外から飲み物とか食べ物を買ってきて地下1階で過ごすっていうこともしていいっていうスペースになりますので、これもね若い方とかには用途が結構ハマるのかなって気がしますし、京都の夜にちょっと気軽にもしかしたらねお酒とか買ってきて下で飲むのもいいのかなって気がしましたので、はい、そんなスペースもあったのも良かったなと思います。はい、で、一応夜ねいろいろ写真を撮ってみたので、夜写真撮るとこんなとこあるよっていうのを 2,3 枚載せようと思いますが、結構フォトジェニックなホテルなので、インフルエンサーさんとか、もしくは写真がね好きな方には写真を撮って綺麗になるスポットは結構ある印象でしたね。地下1階の、ラウンジのスペースもそこに行くロビーからの階段とかもとても絵になるホテルだなっていう気がしましたので、写真も撮りがいがあるかなっていう感じがしました。はい、で、最後に朝食ですが、朝食会場の写真を載せた後にメニューをね少しビュッフェ台の様子撮ろうと思いますが、最後に自分が撮ったもの
るかな、はい、載せようと思いますが、こちらのホテルはビュッフェの朝食がシンプルに美味しいって感じましたね。で、嬉しいのは朝食に、京都っていうこともあるんですが、和食のね、メニューが結構配置してあったのは私は嬉しかったですね。西京焼きのお魚とか、何があったかな。なんかそういうのいろいろあって、京都らしい和食のメニューがビュッフェにあるのも、ホテルのね、価格帯を考えると嬉しいなっていう感じがしました。で、こちらのホテルの朝食は、宿泊者じゃない方も来ることができます。宿泊者じゃない方、もしくは後で朝食だけつけるっていう方は、2800円だったと思いますので、ホテルのビュッフェとしては、東京とかを考えると、割とね、来やすい価格になってるかなと思いますので、朝食だけこちらに来るっていうのもありかなと思います。はい。おしゃれなホテルなので、朝食会場もとてもおしゃれですね。朝食としては十分贅沢な空間かなと思いますし、洋食も含めてビュッフェの並んでる食べ物は美味しかったですね。はい。で、これはあまりホテルで積極的に大量に食べることが少ないんで感じてなかっただけかもしれないんですけど、ビュッフェに並んでいる果物がかなり美味しかったですね。マンゴー、パイナップルなどなどありましたが、なのでサラダに割とフルーツをたくさん入れてしまいましたが、どうですかね。なんか朝食でフルーツとかでもね、糖分をあまり取りすぎるのは良くないとかいう話もあったようななかったようなですが、知らん。はいということで、やっぱね、もう美味しく食べるのが最優先ってことでいいですね。はい、という感じで朝食もとても美味しいホテルでした。はい、こんな形ですね。レストランは一つですし、それほどね、ホテルとして話すことがものすごくできるっていうホテルではないと思いますので、ちょっとコンパクトだったかなと思いますが、はい、京都は観光の拠点として来る方もたくさんいらっしゃると思いますので、ホテルに1日京都でね、いるっていう方は変わり者ですよね。どちらかというと、私もそういう時もありますが、普通じゃない感じがしますのでね、実はこういうホテルの方が向いてるのかなと思ったりもします。なのでいろいろね、清水寺とかたくさん観光地に行きたいっていう方は、ホテルのね、価格をこれぐらいに抑える。でもちょっとね、こう古いホテルとかにはそれでも妥協したくないっていう方には最高なホテルだったかなと思います。はい、では今日はこんな感じで終わろうと思います。メルキュール京都ステーションさんをご紹介しました。はい、京都駅でホテルを探している方はかなりおすすめです。はい、ではこんな感じで今日は終わりたいと思います。またよろしくお願いします。失礼します。